16時見とくとさがおはよう。来ました。おはよう。Oh, nice. Yeah, I guess if your family is Protestants, then Christmas is also a big deal, right? だよ。お抹茶じゃない。ハート。これが一番何でも作れる。楽しいって言って楽しいどこにあるんだろう。頭痛くて、うちはすごいですね。なんでだろうと思ったら生理から来てるんですね、きっとね。みんな持ってるじゃん。いや作りますよそりゃ。ね、お願い。始末会。
おはようございます。今大豆を煮込んでて、その待ち時間に、こちら熊野プーさんの哲学という本を読んでいました。はい、これすごい面白い。もう結構読み進めていってて、いっぱいドッグイヤーつけてるんですけど、哲学の本ってすごい難しくて、読んでてもあんまり頭に入んなくて、今までね途中で断念したりしちゃってたんですけど、これは熊野プーさんという作品、お話から紐解いて哲学的な考え方っていうのを教えてくれる、そんな本になっているので、なんか楽しく読み進めることができるし、あと熊野プーさんを本で読んだり映画で見たりしていて、内容が頭に入ってるので、よりこうスッと入ってくる感じが気持ちよくて、朝の読書にちょうどいいなって思ってます。そういう感じで今日ね、朝味噌作りしようと思って早起きして、でこの大豆をね煮込むのが4時間から6時間あるから、こう待つ時間って結構私にとって苦痛というか、火元をね見ておかないといけないから、なんかちょっと外行ってたりもできないしみたいな、あっちでパソコンしながら仕事することもできないしみたいな、この場にとどまっておかなければならないみたいな時間って今まで結構苦痛だったんですけど、なんかこう今日この大豆をね煮込みながらぼーっとしたりとか本読んだりしてたら、すごく気分転換になったというか、気持ちが切り替わったというか、今自分の現状をこの時間で考えることができたので、この今自分の頭の中にあるまだまとまってない今年の展望みたいなのとか、何をしていくべきなのかっていうのをちょっとここでアウトプットしたいなと思ってカメラを回しました。はい、何をこう本読みながら豆見ながら考えてたかっていうと、今年私 YouTube どうしていこうかなみたいなのを、考えてました。はい、今年2025年、私はモチベのミクってラジオとかで何度も言ってて、モチベーションはすごく高くて、自分のブランドでどういうものを販売したいかっていうのも明確だし、それをねちゃんと出せるように計画も立てているし、今年夏にフィンランドに行って本を書くために一人旅するっていうのが決まってるんだけど、じゃあこの今毎週発信してるこの YouTube っていうのを毎週毎週どういう風に撮っていこうかなっていうのはまだこうしっかりと決まってないというか、自分が今年1年 YouTube 撮っていく中で大きなテーマっていうものが決まっていないことが、結構不安だし、決めときたいなみたいな思ってたんだけど、なかなかねその答えというか、こうしていこうみたいなものがパッと出てこないっていうのが、この2025年始まってから1ヶ月ぐらいありました。はい、でそういうことをねこの1週間ぐるぐる考えていて、でも考えながらも金曜日は毎週やってくるわけで、止まることができないっていうので、やっぱり走りながら考えなければならないっていうところが、毎年思うんですけど難しいなと思うところです。はい、でそう思った時に、去年とか一昨年とかって自分はどういう風に年始めに自分の YouTube を運営していこうって決めれたのかなと思って、なんかそのヒントみたいなやつないのかなってデスクのね引き出しを探した時に、こちらの YouTube の構成だったりとかやんなきゃいけないこととかっていうのをもう適当に書いてるノートがあるんですけど、それをね見返して、そのノートの一番最初のところに自分の心境みたいなものが書いてあったのを思い出して、ちょっともう一回ね読んでみました。これは、2023年の年末に、その2023年っていう1年が本当に激動だったので、走り抜けすぎてちょっとこうバーンアウトみたいな感じになってしまった時があって、その時にじゃあ来年どうしていったらいいのかっていうのが全く見えないっていう話を彼にして、で彼がね私の話を聞きながら、ノートに書き留めてくれてたものをこちら読んでいきたいと思います。2023年の年末の私は走り抜けた、疲れた、もう何も出てこない、休みたい、寝たいって思っていたみたいですはいいや本当そう、2023年はもう毎月海外旅行行ってたし、休みがなかったというか、体力も気力も消耗していて、その分楽しいこともいっぱいあったんだけど、すごくね疲れた1年でした。で2024年の初め、多分1月ぐらいの時の私は多分年末に休んだので意欲的になっていて、
もう一度花を咲かせたい、お金を稼ぎたい、でも動画は何をしたらいいのかわからないけどなんだかうまくいく気がするって言ってたみたいで、その時に自分の悩みの中で一番の問題は自分が面白がってないこと、多分動画を作ることに面白さを感じられなくなってしまったっていうのが良くないって思ってただと思うんですけど、でもちょっと休んで意欲的になった私は今求めるのは戦い、ひりつきたいって書いてあって、自分が頑張れる目標、ゴールが欲しい、自分の頑張る終着点、物差しが欲しい、これがどこまで続くのっていう怖さもあるみたいな感じで、ちょっとやる気も出つつ、この活動ってどこまで続くんだろうっていうところにちょっと疲れていた時期でもありました。はい、だから、去年2024年の最初の方に2024年は、特に何も目標を決めずに行きますみたいなことを言っていたと思うんですよね。で途中で頑張った先の踊り場で踊る私を楽しむっていう風に切り替えていって、でそれで2024年を過ごしていったような気がします。なので最初から、こういうことをしていくぞっていう明確な目標がなかったんだけど、途中から少しずつ見つけれるようになってきて、ラジオとかもね新しい企画を始めてみたりして、なんだかんだに充実した1年だったかなと思います。なのでこれをね改めて読み返して、2025年この YouTube というものに関してまだ私の中で明確なこういう風にしていくっていうものはないんですけれども、今年も走りながら少しずつ見つけていければなと思った次第です。でもこういう風に自分の生活だったりとか人生の一部を切り取って皆さんに見てもらって消費していただくっていうのが、私の仕事なんですけれども、この1週間、自分の中で思ったことは、皆さんにこういう風に発信をして消費していただいてるけど、私の心または体は消費しないっていうのを考えてました。この1週間 YouTube を4年やってきて、そしてもうすぐ5年目になるかなと思うんですけれども、最初の頃はやっぱり自分のチャンネルを伸ばすという意味でトレンドのコンテンツだったりとか、季節を感じられるトピックとかチップス的な要素がある動画とか、そういう分かりやすく再生を狙えるものとか、そういうものに焦点を当てて動画を作ってきたなと思っています。で今もそれをやってるし、今後も全くやらないというわけではないんですけれども、もうそういうフェーズじゃなくなってきてるのかなっていうのが自分の中にあって、この YouTube チャンネルを立ち上げた時から企画とかトレンドではなくって、私という人間というところにフォーカスが当たるように動画を作っていきたいって思ってたんですよ。でゆっくりゆっくりそういう道に進んでこれてるんじゃないかなって思っていて、だからこういう風に喋れるようになったし、ラジオでもいろんな自分の考えを発信できるようになったし、でもそれは最初の頃のエッセイ Vlog からずっと変わらずやってきてることで、でもやっぱり数字をね追い求めてしまうっていうか、 YouTube は数字が結構大事だから、そこもねないがしろにせずにやってきた4年間で、これからも全然数字を気にして私は100万人行きたいと思ってるから、そこを目標にやっていくかなと思うんですけど、そうやって数字を気にしつつもより自分にフォーカスを当てていく、そういう動画を作ろうと思っています。その動画を作ることイコール、私が私自身を消費しない、そういうのを少しずつ追い求めていけたらいいなと思っています。なので今週は特になんてことない1週間の数日っていうのを皆さんにお届けするっていうのにしました。はい、2月の、バレンタインも近いからバレンタインデーアイデアとか、そういうのもね入れたらいいかなとか思ったけど、自分の今のやりたいことがそれではなかったので、自分が心から求めてないことはしないっていうのを選びました。はい、なのでより私が今考えてることとか思っていることっていうのが動画に反映されやすくなってくるかなと思っていて、それがこういう風に言葉だったりとか、あとは本当に初心に立ち返ってサイレント的なエッセイ Vlog になる可能性もなきにしもあらずっていう感じで、まだ全く決まってないから、その辺は本当に走っていて途中で調整していくものだと思ってるので、話半分で聞いておいてほしいんですけれども、そんな1年にこの大豆を煮込んでいる間にグツグツとね大豆が煮えているのを見ながら、自分の心の中も固まってきたというか、そんな時間になりましたね。
なんか偶然にも。にしても豆がなかなか見終わらないですね。はい、では私の今考えてることでした。聞いてくれてありがとうございます。大葉がいいね。アクセント。はじめまして。書いてなかった。23だ。今日 23？始まりました。最近土曜ラジオ第23回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は、私たちちまちまやりながら手仕事しながらラジオを撮っていきたいと思います。はい。あなたは星模様の芋をスライス。はい。私は、味噌の大豆をね潰していきます。このラジオは私がこの家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そういうラジオになっています。おやつの干し芋。うん。これ美味しいよね。美味しいよね。でも前回干し芋作って反省は、オーブンした後乾かさないと水分量がちょっと多いっていう。美味しいんやけどね。そうそう。保存が効かなそう。そう。まあでももう2日以内に食べきっちゃってたから。で私は
今から大豆を潰します。この大豆4時間5時間ぐらい煮込んだね。味噌作りって大変なんだね。これ普通にこう切ってたらいいの？なんか薄切り。違うよ。こう。うん、そう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 。5ミリぐらい。まあなんかあんま薄すぎてもっていう感じであるよね。すごい冬らしいものを作ってね、なんかね。はい、そういう感じでラジオが1週抜かしてちょっと久しぶりですね。そうだね。そうだ、今日は誕生日ですね。ありがとうございます。おめでとうございます。何歳になられましたか33かな。？33。どうどう？どう？もうここまで来るとね、うん、あんまりなんか、まあ、1歳2歳、誤差みたいなもんやね。確かに35ぐらいになってくると突然さ、ん40歳が見えてきてそわそわしだすけど、無事に33歳迎えておめでとうございます。ありがとうございます。良い1年を過ごしてください。はい、ありがとうございます。ケーキもごちそうさまでした。はい、なんかダイエットしてるらしいんで、あんまなんか生クリーム多めとかちょっとやめときました。まあ、今週は本当に動画の本編でも話したんですけど、特に何もなく、特に何もない。じゃないですけど、普通の日常っていうんですか、そんなの過ごしてましたね。やっぱこう毎日がスペシャルなわけではないからね、人生。だから本当になんか普通の日常を過ごしてたな。特になんかこれやったみたいなのもないね。まあちゃんと仕事して休みの日はちょっとご飯食べ行ってみたいな。この1週間も結構普通に過ごして、まあ、節分もねちょっと気持ちやったりとかして過ごしていました。なんかあった今週？今週は何かな、誕生日ウィークということで、まあ、あんまり物買わないんですけど、仕事道具をね買いました。そうですね、いっぱい買ってましたね。ちょっとはい今までずっとはい欲しいなって思ったけど、まあいっかって思ってたはい複合機複合機と、はいなんていうの、テプラみたいな、はいはいはいオリジナルシール作れるやつ、はいはいファイルの整理とかに使えるやつをずっと欲しいなと思ったんやけど、はいもったいないなと思ってたけど、もう誕生日だったもういっかと思ってうん毎回コピーとかねスキャンにね、コンビニ行ってたんよ。でもさすがにちょっとだるいなと思ってそうだね、絶妙にだるいねそれね。そうそう、でもう買おうと思って、うん複合機をね、うん満を持して購入したりだからそういうのをなんか久々に物色するのが結構楽しかった。あ、なるほどね、そう確かに物欲ないと基本そういうの調べたりしなかったりするんだ。そうだよね、確かに。私もねあなたにリクエストしてもらい、コーヒーセット、そうコーヒードリッパコーヒードリッパー一式をね買いました。ーありがとうございます。はい、朝一杯だけコーヒー飲む。いやなんかそれもさ、うんその1日1杯までコーヒー決めてうんやってるんだけど、うんもう家で飲まないようにしてたんだけど、うん飲みすぎちゃうからね、うんけど最近やっぱ家で仕事すること多くなって、うん自販機で缶コーヒー買ってうん1日1缶飲んでたわけ、うんうん1日1杯最高の1杯を飲むって決めてたのに、なんかちょっとそれでいいのかっていうのと、あとやっぱちょっとカフェに行くのがちょっとなんか面倒くさくなってきて、東京混んでるしね。そうそう結構混んでるからどこもなんか気軽にふとコーヒー飲みたいなと思った時に、空いてなかったりね席が、だからもうちょっと最近ちょっと遠ざかってたんですよ。はい缶コーヒーばっかり飲んでたら、まあ、缶コーヒーも美味しいんだけど、もうちょっとそうね。楽しめるんじゃないかということで、コーヒーミルとはいドリッパー、はいサーバあとあれじゃん、なんだっけ、ケトル。ー、ケトルね、そうずっとねアンチケトルだったわけ、一人暮らしの時からなんかわかんないけど、わかる、私も言ってた、アンチケトル。そうなんかね嫌だったんだけど、楽だよね。いや絶対楽よなと思って絶対楽だよ。あなたはさ、白湯飲むじゃん結構。白湯とかもさ、なんか今時のケトルって多分温度設定とかできてさ、そうそうちょうどいい温度でさ、すぐ沸かしてくれたりするもんね。毎回さ鍋でさ、お湯沸かしてたけどさあ、そうね。めんどくさいなと思って買っていただきました。はい。と言いつつあなたがめっちゃ使いそうで使いそうめっちゃ。まあ、確かにそういう感じで誕生日ウィーク2月か。どう1ヶ月過ぎて、1ヶ月？もう今年1年1ヶ月過ぎたでしょ。そうね。今月は結構なんかそのちょっと
仕事が緩まったというか、うんなんか年始なんかこう出張行ったりとかして、うんバタバタしてたじゃん、うんその編集もしたりとか。2月になってちょっとだけ緩まって、なんだろう、本編でもちょっと話したんだけど、これからのこと、うん今年1年自分の YouTube どうしていこうかなっていうのを、うん結構粛々と考えてたね。うんでなんか歩きながらうん結構なんか最近どこ行くんでも、うん今まではこう自転車乗ってうんさっと行ってたんだけど、うん最近は結構1時間ぐらい歩いてお目的地に行くみたいな。すごいね。そこまでになんかラジオ聞いてる、うんいろんな、うんその一つじゃなくて適当にピックして、うんいろんなラジオ聞いて、なんかそこでぼーっと聞いてる時に、うんなんか糸口みたいなのが、うん考え方こうした方がいいのかなとか、うんそういうのをなんか考えたりとか、あと一人で本屋さん行って本読んだりとかしてんね。今ちょっとなんか一人で考えたいモード、うん一人になりたいモードうんが強い、うん2月そんな感じ。それ今何作ってんの？味噌、味噌？これをなんか自分の好きなぐらいの大きさまで潰すんだって、うんこの後に塩麹、米麹を入れて置くんだってよ、常温で。うん常温だってなんかでたまにカビを発見したらカビを取り除いてくる。大丈夫かちゃんと取ってね。そうですね、うん見落としたらどうなるのかないややばい、食べれなくなっちゃう。でもなんかその今考えたいモードの月って言ったじゃん、うん、だからなんかこういう味噌作る時にこう4時間5時間煮込んだって言ったのも、うんなんかすごいなんか瞑想タイムみたいな、おなんか良かったんだよね。なんかそのあんまり苦手なの、なんかこういううんぼーっとして、しかもその場から離れられないみたいなところで、うんだから時間潰すの、うんだけどなんかもうこれってさ、なんか火元見とかなきゃいけないからさ、どうにも外出できないじゃん、うんそしたらなんか諦めた、しっかり本読んだりとか、うんぼーっと豆見てたりとかしたらなんかどんどん考えがさ、うんちょっとこうまとまっていく感じうんがするっていうか、この過程がいいね。この前家庭って言ったら、この前家庭と効率の話したやつを思い出しちゃった。なんだっけ家庭？男は効率を求めて、女は家庭を愛するっていう話。ああ、まあ今はね、なんかコスパとかタイパとかさ、うんやっぱなんかそれって考えることを放棄してるっていう捉え方もできるよねっていう。うんうん、そうだからあなたは今回なんかさ、うんコーヒーセットを探すためにいろいろさ、うんまあ、ネット上うろうろするのが楽しかったみたいに言ったじゃん。やっぱそのさ、うろうろするっていうのが大事っていうかさ、うん時には大事、必要うんじゃない。そうね。だから最近私歩いてんのかも。うん歩いてなんか突然見つける店とかさ、うん目に入ってきたものとかがなんか後々の何かにつながるっていう。うんセレンディピティの話ですね。そう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 。だって本当に効率っていうかさ、タイパ重視だもんね、あなた。結構うんなんかさ、ウィンドウショッピングしなくない？全然。うん私に釣られてしてるけど。うんでも俺はいつもさ、なんでネットで買わんのって思っちゃうよね。私がブラブラなんかなんかないかなっていうさ、うん買い物をするやん。する。俺基本的にそれあんまないよね。うんこれあるかなで行くことはあるけど、うんでもそのなんかないかなっていうのって、まあ、もちろん贅沢な時間ではあるけど、うん。そういう時間があってもいいのかなって思わせてくれたりくれなかったり。くれなかったり私は本当なんかあるかな成人だから。うん蔦屋書店はしごしたりするもんね。そう意味わかんなかった。本見たいって言われてで蔦屋行って帰りにもう一個こっちの蔦屋も寄って帰る。さっき言ったやんって思った置いてるものが違うんだよと。陳列のほら仕方が違うじゃん、まあね、目に入るものが違う。そう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 。わかるけどさ。最近読んだ本うんてか今昨日ぐらいから読み始めた本でうん「プーさんの哲学」っていう本をおう読み出してうめっちゃ面白い。うんで久々にめっちゃこんな面白いと思ったっていうか、うんその哲学まあちょっと興味があったけど、うんなんかその哲学の本読んでるともう眠くなっちゃう、なんかもう言ってることわけわかんなすぎてみたいな、うんだけどなんかそのプーさん熊野プーさんの物語を通してうん哲学を教えてくれるから、うんある程度知ったうん物語の中でこういう行動とかこういう言葉は哲学的にこうだみたいな、うんと言われるとすごいスッと入ってくんだけど、うんなんかそれでね一個すごい
アハ体験じゃないけど、なんかわっと思ったのは、プーさんってさ、プーのおバカさんとか言われるぐらいさ、ちょっと間抜けみたいな、間抜けでちょっとなんだろう、おバカさんだなみたいなキャラじゃん、だけどプーさんが本来の哲学者らしい。そのプーさんの行動とか、プーさんが言ってることはものすごい哲学なんだって。でも、周りの人が、そのクリストファー・ロビンとかが、そのプーさんが言ってることの本質を理解してない、表面でしか理解してないから、すぐにプーさんが言ったこと、例えば僕が風船を持って飛んで、雲のふりしたら蜂にバレないかなとか言ったら、こんなことないでしょみたいな、プーのおバカさんってすぐ否定されてしまうというか。でも本当はプーさんが言いたかったのは、雲になれるかなとかそういうことではない、もっと本質的なことを言おうとしてたんだけど、その表面しか救われずに、すぐにおバカさんって言われて終わっちゃうっていうので、プーはこれは自分が言ってることが理解されないんだ、レベルが違うんだと、クリストファー・ロビンとのっていうので、どんどんそのクリストファー・ロビンとかその周りの仲間たちにどうやったら伝わるかなみたいな、教えてあげれるかなみたいなのを試行錯誤してるみたいなのがすごい面白くて、なんか最近思うのは、最近思うっていうか、例えば私が今タイプロ見てるじゃん、タイムレスプロジェクト、見てて、もうすぐファイナルなんだけど、ちょっと荒れてるわけよ、ネットが。その例えば候補生の中のある発言一つとってみんながわーって荒れてたりとかするのを見て、モヤモヤしてたんだけど、プーさんのやつの中にね、言葉の捉え方っていうか、そういうところでその言葉の価値をその場ですぐに決めつけないように人は心がけなければならないと。その人もしくは自分の死となるものが言った言葉っていうのには、その言葉の裏には特別な考えがあって、でそのうちその場ではポロッとしか言わなかったけど、もっとその先にこういうふうに考えてるんだよっていうのをこう時間を追って解説してくれることがあると。だから人の行動に対する言動って言葉と行動が矛盾してる時あるじゃん。でそれでさ、みんな引っかかってさ、矛盾してるとかさ、いろいろ批判したりするじゃん。でもその言葉の最終的に言いたかったことを伝えるまでに時間をかけなければならない時があると。だから言葉を受け取る側はその矛盾を含めて待っていなきゃいけないっていう、その矛盾が見つかった瞬間に矛盾だって指すんじゃなくて、まだその先に行動もしくは言葉でその人が本当に言いたかったことっていうのが分かる時が来るから、受け取った側は一旦矛盾込みで見るだけ、飲み込むだけに しなければならないって、で後からゆっくり解説してくれるんだって、その人がね、それ読んでさ、いやもうこの、SNS 世の中そんなことばっかだなみたいな、思って、なんて言うんだろう、一つの言動、もしくは矛盾許さないみたいなのが多くて、本来この人はこういうことをいつか行動とか言葉通して全体で言おうとしてたのに、最初の一言だけで、こうだって決めつけて終わらされちゃう、それが、要はクリストファー・ロビンがおバカさんって言って片付けちゃうことっていう、そうだなと思って、これはその自分が SNS を見てて、人がね誰かにこういろいろ言われてるのを見るとすごくモヤモヤするっていうのもあるし、自分が SNS を見たりとか人に対して心がけなきゃいけないことだなって、人の行動言葉には一時的なものだけで決めつけちゃいけないっていうか、全体を通して見て判断しないといけないと、その人が次に何か発する時まで、矛盾してようが一旦待っていなきゃいけないって、そこで口を挟むのはもうちょっと待とうっていう、それをなんかね、おーって思って、これが序章の方で来るから、すごい一気に引き込まれちゃって、なるほどねっていう、その自分への戒めでもあるし、人ってなんでこんなことするんだろうって、なんでこういうことを言うんだろうっていう時に、そのモヤモヤがちょっと解消されるじゃないけど、すごい面白くて、なるほどってなった。すごい SNS だからさ、すごい俊敏さが求められるツールなわけじゃん。
でも言ったことを一旦咀嚼したりとか、その経過をたどるみたいな。そうだから結局さっきも言ったけど経過を楽しもうっていう、最近はさその物買うにもしても、すぐ結果効率、タイパみたいなことで、いろんなその間をはしょりすぎちゃってるから、その行間とかも読めなくなってきちゃってるんじゃないかなって世の中、この人が喋ろうとしてる次の言葉を言おうとしてる行間待ってらんなくて、でさこうでしょとか言って切り込んじゃって、その話が終わっちゃうみたいな、なんかそういうことが多い気がして、なんかそれがみんなをギスギスさせたりとか焦らしたりイライラさせたりとかしてんじゃないかなって思って、すごいなんか腑に落ちた腑に落ちたっていうか今欠けてんのってこれだみたいな、家庭をみんなすっ飛ばしてると思って、家庭とかあとは矛盾を許さないとかね、それはねすごいあるやろうね。そうなんか自分もさこうやってラジオで何回も何回も発信してる時に、ある回で言ったことっていうのが、何個か後の回でまた回収されたりすることがあると思うんだよね、その例えば第3回のラジオの時喋ったことが、その場では自分の中では本質まで行ききってないんだけど、第10回になってきた時に突然話の流れから3と10がつながるみたいなことってあると思うんだよね。やっぱ投資で聞くみたいな、そのスキルっていうのをこの受け取る側っていうのは養っていかなきゃいけないんだなと思った。なんかいつもさ今の世の中って SNS って発信する側が気をつけようみたいな、その炎上しないように気をつけようとか、いろんな人が見てるから気をつけようって、確かにその側面もあるんだけど、受け取る方も投資で聞こう、投資で見ていこうっていう、そういう寛容な心っていうか、家庭楽しもうみたいなのを忘れすぎちゃってないって、なんかね今回のタイプロとかのね、その誹謗中傷みたいなじゃないけど、なんかそういうの見て、なんかこっちも心痛めるし、なんでそんな風に行き着くんだろうって思った時に、あ、家庭をすっ飛ばしちゃってるのかも、矛盾を許せないんだとか思ったみたいな。そうね、なんかノーミスしか許されないみたいなね、そういう世界があるのも理解できるけど、あまりにもノーミスばっかりよりも、その人が挽回したり、勘違いさせてたりとか、そうあの時あんなこと言ってたけど、でも今こんなこと言ってて、でそこで矛盾してんじゃないかって怒るんじゃなくて、こう変わってよかったよねみたいなとか、あの時からこういう考えになって面白いねとか、そういう受け取り方をしたらもっと平和なんじゃないかなと思った。難しいねそれは。そうむずいよね、見続けてもらわないかんからね。そう一回否定した人までも、そう離れちゃった人が見続けてくれたらちゃんと完結する物語なんだけど、今いろんなものを見れるからさ、見続けるってことがなかなか難しいから、ただ嫌悪感みたいなの持たれて離れてっちゃったりとか、なんか誤解されたまま終わったりとか、そういうことがなんかどんどん多くなっていっちゃうんだろうなみたいな。何もない1週間と言いながら、考えだけはすごい深かったっていうか、逆にね、そんなことをね、なんかやっぱ1時間ぐらい散歩してて、いろんな人のラジオとか聞いて、その時になんかそういうのを全部含めてなんかおおって、その自分の中で納得じゃないけど、思ったりとか。だからプーさんの哲学面白いから最後まで読もうと思って、これもねやっぱ代官山津屋うろうろしたら見つけたわけですよ。うろうろしなかったら見つけれてなかったわけで、見つけるまでうろうろするっていうのって大事なんだと思います。だから私ね今年 YouTube でさ、正直何をやりたいのかよく分かってない今の段階で。こういう企画をやりたいとかさ、例えば旅の1年にするとかないのね今年。去年はさなんか流れに身を任せるみたいな雰囲気だったけど、今年はうろうろしながら探すっていう、そういう1年、家庭で見つけていくみたいな。その何もしてないようでやる気に満ちてるし、何もしてないようでエネルギッシュみたいな行動しながら考えてるっていう感覚があって、あ、これはいい方向に進むんじゃないかなみたいな。でさ、今年何したいかさよく分かんないなみたいな思った時にさ、デスクの中に入ってるノート開けたらさ、2023年の終わりにさ、私がもうなんかもう疲れたよみたいになってさ、あなたと一緒にさミクが今何を思ってるか書き出してみようよって言って書き出したやつ覚えてる？それ出てきてロードマップみたいなやつ。そうあの時よりかは今なんか前進してるわ、気持ち的に。そういう1週間でした。何気に充実ですね、そういう意味では。はい。で
まあそんな感じで今週はそういう1週間だったんですけど、まあお便りもね読んでいきたいと思います。今週はちょっとさラフなお便りにしたいかなと思ってて、ラジオネームかつおさんからのお便りです、はい、先生とミクさんの言語化が鋭くて分かりやすくて大好きですありがとうございますラジオで今まで食べたものの中で美味しかったもの、印象に強く残っているものについて話してほしいです。国内外でいろいろなところに行かれているお二人の食の思い出話といいますか、また今までちょこちょこお話に出てきていると思いますが、最近健康のために食で意識していること、ハマっている食べ物なども聞きたいです。ここに来てざっくりなテーマですが、ラジオ食会お願いしますということで、最近食べた美味しいものみたいなやつの話していこうみたいな、健康に意識してるものもいいんだけど、今まで食べたものの中で美味しかったもの、印象に強く残ってるもの、なんだろう。旅の Vlog で今までお届けしてきた中で、一番美味しかったものは、もう満場一致で決まってるよね。何回も話すじゃんこれ。韓国？はい。韓国旅行、あれは弾丸トリップかな、2年前ぐらい弾丸24時間トリップみたいなやつ、で行った、ミシュランのお店のソワニエっていうレストラン、あそこが美味しかったね。いやマジ美味しかった。マジで美味しかった。もう一回行きたい、料理も美しいし、サービスも良かったしね、スマートで、し一品一品全部美味しかったんだよね、あそこは今まで行ったレストランで一番好きなレストランですね。わかる。あそこ一番良かったよ、韓国でまさかっていうのも変だけど、韓国旅行ってああいう B 級グルメばっかり行っちゃうから、ああいうミシュランみたいなところ行こうなんて思ったことなかったけど、本当ね美味しかったんだよね、もう一回行きたいね。また行こう、ね。あとなんだろうね、美味しかった。意外と海外でさ、美味しいって難しくないそうね、いや美味しいんだよ、美味しいんだけど、なんかやっぱ馴染みのある日本食に超えられないものがあるというか、いやもう日本がやっぱご飯はね、まあ、口に合ってるんだろうけど、圧倒的な気がするね、ご飯に関しては、その上で、日本にいて、毎回すっごい楽しみにできるのは、やぶそばなんですね。はい、そうでした。言ったことないねラジオで。嘘。やぶそばはもう本当にね、本当に美味しい。全世界レストランの中で一番好きです、ね、一番好き、はい、東京神田にあるやぶそばですね、うちらなんか2ヶ月に1回ぐらいは必ず行ってるかなと思うんですけど、結構並ぶから、土日とか行くよりかは平日に行った方がいいと思うんだけど、美味しいよね。いろんなやぶそば以外のそば屋さんも行きましたけど、やぶそばが好き。せいろ一枚とか、ありがとう存じます。そうそう、ありがとう存じます。コールいいよね。やぶそば本当美味しい。私たちはもう何回も行ってるから、もう頼むものがもう決まってきてて、私はせいろ2枚と2人で食べる分の板わさ、あなたはせいろ2枚とせいろ2枚と季節のおそば温かいやつ3つ食べてんの、まず1枚目のせいろはサラダです。でその後メインの、今何なんだろうね、この前食べたのはホタテの天ぷら、その前は穴子のおそば、温かいおそばね、を食べて、箸休めというかデザートにせいろを食べるでもやっぱ神田やぶそばのせいろはなんか少なめな気がする。軽く食べれちゃうんだよね、だから私も2枚食べれるから、みんな1枚食べてなんか足りなくてもう1枚なんか頼んだりしてる人多いから、ほんと一番好きだね、あそこ一番好き。いや神田さ、他にもいっぱい美味しいご飯屋さんいっぱいあるやん。そうね。なのにやぶそばがあるせいで他のお店に行きづらいっていう。わかる。でも神田まで行ったらもうやぶそば食べようみたいなことあるもんね。そう神田やぶそば美味しいので、東京近郊にお住まいの方ぜひ行ってみてください。有名だからね、知ってると思うんだけど。最近健康のために食で意識してるのある？よく噛むそうだね、よく噛むっていうことと、よく噛むやな。そうだよ、噛まなすぎだよみんな、世の中の人。あなたが太らないのも、やっぱ噛む時間がめっちゃ長い、めっちゃ長いでしょ。俺もやっぱ
一緒にご飯食べ行くとさ、うんあなたがまだ3分の1も食べてない時にさ、うん食べ終わってるじゃん、うんそれはやっぱ良くないなって。まあ多分さ仕事上の癖っていうかさ、うんとにかく早く昼飯食べないとみたいなさ、うんうん生活だったから、もう無意識的になんかもう、うん喉通る大きさになったら飲んでるみたいなさうんだけど本当ゆっくり噛むとうん味もしっかり味わえるし、そうそう何よりすぐお腹いっぱいになるっそう本当そうなの。ていうので、うん最近はそんな節制はしてないんだけど、うんよく噛んで食べるうんっていうことは意識してる。いや本当そう。なんか何を食べるかよりもうんどう食べるか。そうだね。うん結果的にやっぱ量減らしたら痩せるしね、そもそもうん噛む回数を増やしてちょっとお腹いっぱいさせて、うんいつもよりちょっと少なく食べれば痩せるわけで、うん私は健康のために食で意識してるからあとやっぱハマってる食べ物、うんこれもねなんかこの前そのサブスクのインスタライブの方でめっちゃ盛り上がったんだけど、うんすごいしょうもないハマってる食べ物言っていい？うんしょうもないっていうかその辺で買えるやつ、うんうまい棒のコーンポタージュ味であれ食べた久々。あこれ私あげたよね。いや美味しいよ。あれ美味しいよね。そのさうまい棒をもう何十年も食べてなかったのね、うんでもなんかある日突然ちょっと買ってみた時があって、うんコーンポタージュ味食べたらうまい棒のうんマジめっちゃうまくてうわーってなった。うわーうまいよな。うん、そっからもうコンビニ行ったらもう無意識に8本ぐらいこう取って帰ってる。でもなんかいろんな食べたの、コーンポタとかさ、うんたこ焼き味も美味しいですよとか言われたんだけど、俺明太子派やったな。あ明太子派。でも私ねコーンポタがいい。あーそうコーンポタがやっぱ好き。昔さ納豆味あったの知ってる？うまい棒に、うんうまい棒にもあるんだ。あれ違ったっけ？茨城のだよそれ多分。水戸黄門書いてなかった？そんな気がする。ね、茨城にそう同じうまい棒の形状した納豆スティックっていうのスティックみたいなのあって、でパッケージが水戸黄門なんだけど、うんそれめっちゃ美味しいからね、うんでそういうなんか身近で食べれるうんハマってるものって見てる人も翌日買いに行けるからまあね楽しいわけ、うんじゃああなたあるハマってるもん。最近ね、うんセブンのお惣菜の中のはいはいお魚のやつ、サバのはいはい塩焼きとか鮭とかね、はいそれのはいサバの味噌煮、改めてハマってんの。そううまってなって何種類か買って、うんでもいつもサバの味噌煮から食べちゃう。そうだよね、その魚をね、うんなんていうの気軽に食べれるよねあれ系って、まあさっきのその食についてもあったけど、うん最近お肉よりうんもお魚をどうやったら食べれるかを考えてるああね、確かにその方が確かに健康にもいいし痩せるのかな。まあなんか魚の方が、まあ、日本人の体的に合ってるんかな、まあ確かに最近私も魚派、うんお刺身とか食べたくなっちゃうし、うんお肉よりも魚の方が食べたいってなってるかも、うんそうこんなんでいいんでしょうかもっと日々ハマってるものってあるはずなんだけど忘れてるのよ。このラジオやってるとそうやって自分の行動とかに見たものに気を止めておくっていうのって大事よ。あとあれえ最近ハマってんのは、うんパルテノのヨーグルトに蜂蜜かけて食うのにちょっとハマって食べてんね毎日。うんパルテノじゃなきゃダメなの。パルテノかあとユダヨーグルトだっけ、はいはい美味しいやつね。うん、ちょっと高いよねあれね。いや高いくない容量で考えたらどうなんだろう。そっかなんか 700g とか入ってるから。ジップロックに入ってるやつ。そうそう、あれ美味しいよねユダヨーグルト。に蜂蜜ね。そこになんかキウイとか刻んで入れて、うんあとナッツをちょっと散りばめてうん。朝食べれたらもうおしゃれ女子みたい。あとはうんなんか、その俺がなんかヨーグルトを毎朝食べてるって言ったら、うん。なんかやっぱ日本人はうんなんかお味噌汁の方がいいですよってコメントあって、おー確かにと思って、うん最近急いで味噌汁をねうん。作れる時はほんと作るようにしてる。あ、作れない時は、うんアマノフーズのドライフード味噌汁、ああれ美味しいんだよね。わかる。だからそれで言ったら私ハマってんのあったわ。スープストック東京の冷凍のスープ、へえ。入ってんだけど、うんなんか1個400円とか500円ぐらいの範囲で買えるんだけど、ちょっと高いっちゃ高いんだけど、うんあれをさ何個か買って冷凍庫入れといて、なんかスープ飲みたい朝とかに湯煎したらめっちゃうまいよ。確かにそれいいかも。うん。なんか今までキャンベルとかの缶のやつ使ったりとかして缶もいいんだけどね、なんかやっぱさこのスープストックのやつってなんかこうちょっと一風変わってたりするじゃん。うんだからなんか美味しいの。うんあれめっちゃいい。
なんか季節的にもね、あったかいものいいしね。そう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 。ぜひ皆さん、私のおすすめはうまい棒のコーンポタージュ味。マジ久々に食べてみてほしい。びっくりするから。はい、そういう感じで今週は前半にいっぱい喋ってしまったので1個だけで、また毎週の動画でね、このラジオへのテーマ募集してますので、あとはお悩み相談とか、こういうことについて話してほしいとか、相談に乗ってほしいというものがあれば、ラジオネームをつけてこの動画にコメントしていただけると嬉しいです。じゃあ今週のラジオは以上にしましょうか。はい、はい、この動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。